申し訳ないです。取らないでほしいところとかございましたらついていってください。こんな狭いとこなので。いらっしゃいませ。辰巳さんの見るの忘れちゃった。あ、そうですか。結構ね、長いことね、映ってるんですよ。あ、そうですか。お料理もなんかあれだったみたいだからね、一生懸命ね。そうですね。明日もゴルフ行くの？毎週です。毎週ね。何もなければ。こちらも常連さんです。そうですね。ちょっと撮影は大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。この顔でよければ。もちろんです。はい。はい、どうぞ。どうぞ。あ、向こうの方が涼しいからいいですよ。お店の営業時間をご説明紹介いただくことは可能ですか8時半から12時までです。木曜と土曜日。ずっとやるのは遊びたいのもあるから。ああですよね。はい。だから週に2回だけ。あとはちょっと休憩。休憩で。あ、そう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 。作品です。その250円。あ、だからここの人が30何年前。その時だからそのままセームライス。ロシアに攻められて戦争して負けてたから。あ、オッケー。だからロシアに勝った日本人好き。相手みたいな。高くないですか。ああ、そうです。だからバブル時代の前ですよ。そうですね。みんなお金を持ってる。お砂糖で先に煮てからちょっと10分もしないうちにお醤油とお酒とってみんなで。そうなんですよ。ああいう栄養で甘辛入れてる。そう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 。コーヒーは一緒ですか？と思います。築地の一番。あ、さあどうかわかりません。座っていいですか？どうぞどうぞ。ホットコーヒー、アイスコーヒー。お寿司もあって。いや、暑いからただアイスコーヒーのが私はいいなと思ってるだけで。はい。めっちゃうまいです。ありがとうございます。コーヒーも3年前からアイスコーヒーを始めたんです。その前はやってなかったんですけど、もうホットコーヒーとトーストのみ。元のオーナーはホットしか飲まないから。いいんですか？津田さん来られたら移動します。ここに。おはようございます。この間ありがとうございました。なんだっけ、タチウオの勝利のノースト大丈夫です。どうやるって言った？なんか背びれ背びれのとこを取るって。ピーって取ったらもう
太い骨しかなくて、もう楽ちん。そう食べやすいでしょ。すごい良かったですね。よかったですね。ありがとうございます。タチウオ本当にね、小骨が嫌ですもんね。そうなんですよ。はい、まだ大丈夫ですか。大丈夫です。あ、美味しい。どのぐらいこのお店経営されますか？主人の母が私なんか1955年から5年からだから69年やってて、私は5年前から。あと長いですね。日本に長いんですか？長く住んでるんですか？1年間ぐらいですね。あ、日本語はじゃあその前から。そうです。どこからですか？フランス。フランス。塩かけて食べるのなんかちょっと寂しい感じ。素通りです。スイスに行くときに、スイスのツェルマツにスキーしに行ったときに、ちょっと飛行場を通って素通りしたという。もう50年前。昔だったですね。48年前かな。ないとそうですね。ああ、そうですね。よかった。もう一回行きたいなと思ってるんですけど、ぜひ来てください。ちょっと体力が。ちょっと味をしっかりしない。そうですね。初めてこのお店に来られました。はい、そうです。結構初めてです。結構。すごいなんか雰囲気なんか常連かと思って違う。そうですね。なんていう。2つっていう1つとか2つっていうのは結構日本でいうと昭和のレトロみたいな。昔の時代ですね。そうですね。そのままですから。この母がやってた時にそのまま写真がここにある。昔の写真が。家族。まあそうですね。でも母一人でここ父と母でやってたんですけど、日本はその時代こういう2人だと珍しいですね。珍しいです。余るじゃないですか。これはもうずっとですね。今コーヒーの入れ方は昔同じです。本当に古いもので。昔からどのぐらい使ってるかわかりませんが。昔はもうこれしかなかったからミルクが。これを使ってて。これも行くと回転してからかもそうもう何十年も昔から。でも使ってますけどね。もう開店してからずっと使ってます。開店して何年かだと思う。最初からではないと思うんですけど。丈夫ですよね。あ、そうですね。日本製のやつ。でもあちこち壊れてきてます。この間ハンダで一生懸命やろうとしたんですけど、ちょっと難しいですね。で銅のテープ巻いてハンダ付けしようと思ったんですけど、思うようにできなかったです。これは知らないですけど、このお母さんです。これは全然関係ない人。まさにこちらの写真ですよね。そうです。そうそう。でも壁とかちょっと違いますけど、お店はそのまんま。これは多分30歳の頃ぐらいでしょうね。お店始めた頃じゃないですか。確かですね。60、70年だから。アンブレラ。これはブランドですね。ブレンドね。ブレンド。コーヒーの豆屋さんに聞いて、コロンビアが4で、ブラジルが3で、モカが2で、ガテマラが1。母が使ってたコーヒー屋さんに全部お任せして、同じものを届けてもらってます。こ
れはね、うちの子供が小学生の時に重宝しますよ。年に3回ぐらい30度を超えるぐらいで数えることしかなかった。そういう時代だったっけ。どんどん今来年の3月。暑くなってるからパリの旬なんだね。だからこの間漫画喫茶かなんかのパリの漫画喫茶、漫画から入ってくるんですね。そうそう。その方漫画お好きですよね。だからね、日本のきっかけが漫画から入ってくる。それで日本語を覚えるとか言ってました。だからお弁当とかもね知ってるんですよね。だってかなりの40ぐらいの人がカメハメハ時代ですとか言って一生懸命やってたから。ドラゴンボールのファンですか？ドラゴンボールは子供が見てたんで一緒になって私も夢中になって見ました。本もいっぱい買ったし。おはようございます。どうぞ。すみません、足が長い。私も長いから大丈夫。どうぞ。こっちの方が好きですか？ドラゴンボールかワンピースかナルト。ドラゴンボールしか知らないし、子供はワンピースもみんな読んでますけど。ワンピースとナルトいらないです。ドラゴンボール一番いいですね。おはようございます。おはようございます。めちゃくちゃ見ましたよ。ありがとうございます。すげえ。歌の格好もね有名なんだと思った。すごいなと思って。どうぞ。どうも。ありがとうございました。900円。大体みんな共通語。じゃあ大体一緒です。そうですね。でもお年寄りの人はもうお年寄り同士で喋ってると何言ってるかわかんないっていうのが円が秋田安いから。とか。フランス。今オリンピックオリンピックやってるじゃん。オリンピック。そうです。見に行かないの？チケット高いですね。ああそう。フランスそうまで。ね。メトロとか2倍するんでしょうね。メトロまで高くなったの2倍してそれで宿泊するところも法外に高くって全部脱出して、だから日本にも結構来てるみたい。そうですね。フランス人パリあんまりオリンピック歓迎してないでしょ。あ、そうなんです。そうですね。日本も歓迎してない。来なくてもうオリンピックはいらないとか思っちゃう時ありますよね。大変でしたよね、東京のオリンピックね。閉鎖して万博もやめてほしい。ね。なんでオリンピックやるんだかわからない。私もわからない。だってほらいろんなワールドカップがあるからいらないですよね。でこの間ねソフトボールのねワールドカップで日本のソフトが優勝したのに新聞にこれしか載ってなかったから私すごい憤慨しておかしいとか言っていろんなタイトル取ってもオリンピック取らないとダメみたいです。なのでまさにこの後ろから撮った写真ですよ。そう後ろの写真です。上そうマストがあるヨットの中からもうそれ廃棄にしちゃったから。網金は昔ここの私のおじいちゃん、祖父が網船っていう商売をやってたんです。網船っていうのはそう新橋とか、この辺の料亭で芸者さんと遊ぶじゃないですか。その人ってお金持ちの人を乗せて、それで東京湾に出て、そんで投網ってことになって網を売って魚を取って直接直接そこで天ぷらを食べたりなんかそういうのをやってて、その時の名前が網金です。ここ全部こう堀で新橋演舞場の方まで全部川だったんですよ。それで今度高速道路のところもみんな川だった堀だったりした。
じゃあ当時はその喫茶店はなかったなかったですね。じゃあお母さんの時代はなんか毎日やってます。あ、そうですか。朝早かったですね。6時、朝5時か6時には開けてましたね、最初は。そんでまあ大菓子もだいたい12時には終わっちゃうので、その辺には閉めてます。そういうことです。だいぶ酒抜けた？いやいや。今日は飲んでます？今日は飲んでます。どうぞ。いつもなんか先ほどなんか伺ってその北千住の方に。まあ住んでるのははい北千住ですね。ちょっと距離はありますよね。いや電車でね30分弱ぐらい。大丈夫ですか。なんかよくこのお店に来られてます。まあ大体週1かな。月3かな。月3回。もうどのぐらい通ってました？どうだろう。一応お母さんがいた時代から僕は知っていて、で一度お休みをされたので、でまあしばらくお邪魔してあったんですけど、次ね娘さんが次で開け始めたっていう噂を聞いて、それでお邪魔をし始めたんですね。そんな感じです。菓子が向こうに豊洲に行った時に、閉店しようとして閉めたんですけど、いつものお客さんが「お母さんコーヒー飲まして」って土曜日だけ来てて、でも体力的にも毎日はやってなかったんで土曜日だけやってたんですけど、それでもお母さん飲ましてってくる人がいて、で閉めたまんまなんか飲ましてたらしいんですけど、どうせなら開けなよって言って、もう本当に何人か来るお客さんを相手に土曜日だけやってたんですね。はい。それでもなんか大変そうだったので、仕事は土曜日やってないから、じゃあ私がここで手伝うねって言って。その前の日にツアーで出てる番組がありました。あ、そうなんですか。間に合ったのギリ。間に合ったギリ。そうだね。ギリギリです。もう築地から走っちゃったら。そこまでして。アイスコーヒー飲みたいと思ったで飲みたいと思ったらその前に汗が。Where are you from, guys? Barcelona. Oh, Barcelona. Hablas un poquito de español.フランスは野球やらないでしょ。やらないですね。ほとんどね。そうですね。ね、無事にね、大会あれが。あんまり興味ないって。何が？オリンピック。オリンピックあんまり見ないです。フランスの人はね、外出てかないとね。そうですね。中いられないもんね。はい。で紹介していただいて、そうここはなんか特別な人じゃないと入れないかなと思って。いつもそう特別な人。いや特別な人になっちゃった。いやとんでもございません。どっちになんか昔の時代と比べたらこの時代とかどっちの方が好きですか？昔か現在の時代。私が小学校とかせいぜい中学校までかなの時代の方が好きです。マンションじゃなかっ
でも住んでるところの周りの人みんな仲間だったですね。だから今日お醤油が、足りない。そうすると隣に行ってお醤油貸してください。そう貸してくれる。優しいですね。優しい。楽しかったけど暑くなる前に帰りました。そうですね。食べ物仕入れて。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにもこれはありがとうございます。ラビット。ありがとうございます。100円ショップで材料買ってきて。娘は直近結構うさぎ好きでいただきます。ありがとうございます。梅酢ジュースは今年からコーヒー飲まない人もいるし、でこの暑さでちょっと調子悪くなる。そうなんかやっぱし。これはどうやって作られているんですか？青梅とお砂糖って氷砂糖がグラニュー糖で、あとお酢同量111で、それで3ヶ月以上つけておくと。一番好きなそうですね。やっぱり炭治郎かな。炭治郎。悪い道場はアプリコッチは珍しいですよね。だから生のはないので、乾燥のアプリコットを買って、でちょっとお水に入れて戻して、みじん切りにしてジャムにしてるんです。道場わかります。食べて。道場。これ道場で練習やってるんですよ。美味しい。多分一番好きなのは。なんかおかみさんが発明したものですよね。要はお母さんは食べなかった。そうこういうジャムがいいかなとか自分で普通のジャムを買ってもお砂糖ばっかしでそのものの感じはしない、果物の味はしないじゃないですか。だからやっぱしちゃんとこういうのがいいなと思って。コーヒーの豆もどんどん上がって今すごく上がってきて買えないですね。日本人好きです。その昔赤字だったらやらないですけど、トントンそれでほら儲けようっていうんじゃなくて趣味でやってるようなもんだから、仕事を辞めてリタイアしてここを継いでちょっとやってるだけだから、それでいろんな人と話すことによってここに刺激があるし。それで、お話がいろんな人と話すことでね、そういろんな人と話して、それこそこれで通訳してもらいながら話せるから、それはそれで楽しいかなと思って。男と女と一緒のところがあるんです。美女多いですか？おばあさんばかし。おばあちゃんしかいない。それだけじゃないけどね。やっぱり偏見があるよね。外国人に対しては絶対偏見あると思いますよ。馬はかっこいいですよね。乗ってる人はどうでもいい。馬は可愛い。あれはね、一時馬もやったの。そんでその時にやりたかったのは障害じゃなくてババパ術ってあるじゃないですか。はいはい。こう横にあれ。チャーヘイチャー。どうぞどうぞ。いや歌えない。ヘイのヘイのカッパ秋に引っ越しちゃうんで、引っ越し詐欺って言われてるんですよ。10年ぐらい前から引っ越すって言って。でまだあって。まだまだ。こっちに住んでいらっしゃって、それで引っ越しされるんですか？もともとは関西、大阪に住んでた。それで阪神・淡路大震災で分かりますか？あの時に向こうのお家は、向こうお家は大丈夫だったんですけど、行ってた会社が潰れちゃった。そういうことですか。それで大阪の会社を東京と合併させたので、こちらに来られたんです。でももう定年で、
実家帰りっていう意味合いでは。で帰ろうかって言ってるの1年更新してはいありがとうございました。ごちそうさまでした。大丈夫ですか？大丈夫です。マグロ買って帰る。無事に帰ってください。すっごいこれ。よし、よかったら。ごちそうさまでした。次のね、新しいいただきです。Enjoy. Thank you. じゃあ荷物取ります。ありがとうございます。